こんばんは。宇宙の眠りです。今夜は太陽に一番近い水星のお話です。ごゆっくりお楽しみください。皆さんは夜空を見上げて惑星を探したことはありますか？金星や火星は比較的見つけやすいのですが、実は太陽系で最も内側を回る惑星、水星はなかなか見つけるのが難しいんです。今日はこの神秘的な惑星、水星についてじっくりとお話ししていきたいと思います。太陽に最も近い惑星。水星は太陽系で最も太陽に近い惑星です。太陽からの平均距離は約5800万 km。これは地球と太陽の距離の約 0.4 倍にあたります。地球から見るととても遠い場所のように感じますが、宇宙のスケールで考えると水星は太陽のすぐそばを回っているんですね。この太陽との近さが水星の特徴のすべてを決定づけていると言っても過言ではありません。太陽の強烈な熱、重力の影響、そして昼と夜の極端な温度差、これらすべてが水星と太陽の距離によって生み出されています。水星の大きさは直径約 4880km で、これは地球の約 0.4 倍です。太陽系の惑星の中では最も小さく、実は衛星である木星のガニメデや土星のタイタンよりも小さいんです。でも小さいからといって侮ってはいけません。水星には私たちが想像もできないような極端な環境と興味深い特徴がたくさんあるのです。1年が88日という驚きの公転周期。さて、タイトルにもある1年が88日という話をしましょう。地球では1年が365日ですが、水星ではなんと約88日なんです。これは水星が太陽の周りを一周するのにかかる時間、つまり公転周期のことです。なぜこんなに短いのでしょうか？それは水星が太陽にとても近く、公転軌道が小さいからです。さらに太陽の近くでは重力が強いため、水星は高速で太陽の周りを回らなければなりません。その速度は平均で秒速約 47.4km、時速に換算すると約17万 km です。これは太陽系の惑星の中で最も速い公転速度なんです。想像してみてください。もし私たちが水星に住んでいたら、88日ごとに新年を迎えることになります。地球の1年の間に水星では4回以上も1年が過ぎてしまうことになるんですね。誕生日も4倍以上の頻度でやってきます。これは面白い反面、ちょっと複雑な感じもしますね。1日が176日、複雑な自転と公転の関係。ここからがさらに面白いところです。水星では1年が88日なのですが、1日の長さはどうなっていると思いますか？実は太陽が昇ってから次に昇るまで、つまり1日の長さは約176地球日なんです。これは一体どういうことでしょうか？水星の自転周期、つまり水星が1回自転するのにかかる時間は約59地球日です。しかし水星は太陽の周りも回っているため、太陽に対する1日の長さは単純な自転周期とは異なってくるんです。具体的に説明しましょう。水星が自転している間に公転も進んでいます。そのためある地点で太陽が真上に来てから次に太陽が真上に来るまでには1回転以上自転する必要があるんです。この複雑な関係の結果、水星の1日は176地球日という長さになります。さらに驚くべきことに、水星の1年は88日ですから、1日が1年の2倍の長さということになります。つまり水星で1日を過ごすと、その間に2年が過ぎてしまうんです。これは私たちの常識では全く理解できない時間の流れ方ですよね。
この自転と公転の関係は三二の共鳴と呼ばれています。水星が太陽の周りを3回公転する間にちょうど2回自転するという関係です。これは偶然ではなく、太陽の潮汐力によって何十億年もかけて作り上げられた安定した状態なんです。昼と夜の極端な温度差。太陽に最も近い惑星である水星。そして1日が176地球日という長さ。この2つの要素が組み合わさると信じられないような温度環境が生まれます。水星の昼側、太陽が照りつけている側の表面温度はなんと最高で約430度にも達します。これは鉛が溶けてしまうほどの高温です。金属の鈴も溶けますし、プラスチックなんて一瞬で燃えてしまうでしょう。もし私たちが防護服なしで水星の昼側に立ったら一瞬で焼け焦げてしまうはずです。一方、夜側はどうでしょうか。太陽の光が当たらない夜側の温度はなんとマイナス180度近くまで下がります。昼と夜の温度差は600度以上。これは太陽系の惑星の中で最も大きな温度差なんです。なぜこんなに極端な温度差が生まれるのでしょうか。それには2つの大きな理由があります。1つ目は水星にはほとんど大気がないことです。地球では大気が熱を保持し、昼に温められた熱を夜まで保っています。これが温室効果です。また、風によって熱が循環し、昼と夜、赤道と極地の温度差を和らげています。しかし水星にはそのような大気がほとんどありません。そのため、太陽光が当たっているところは非常に暑くなり、当たっていないところは宇宙空間の寒さがそのまま伝わってきます。2つ目は、1日が非常に長いことです。176地球日もの間、同じ場所がずっと太陽に照らされ続けるため、表面は徹底的に温められます。そして夜が来ると、今度は176地球日もの間、ずっと暗闇の中で冷やされ続けるのです。地球のように昼夜が24時間で切り替わる場合、地表はそこまで極端に温まったり冷えたりする時間がありません。でも水星では、温まるにも冷えるにも十分すぎるほどの時間があるんです。この極端な温度差は水星の表面に大きな影響を与えています。熱膨張と収縮を繰り返すことで岩石には亀裂が入り、表面は風化していきます。何十億年もこのサイクルを繰り返してきた結果、水星の表面は細かい塵や砂に覆われているんです。クレーターだらけの表面。水星の表面を見ると月とよく似ていることに気づきます。そう、クレーターだらけなんです。これらのクレーターは太陽系が形成されてから約45億年の間に無数の小惑星や彗星が衝突した証拠です。彗星で最も有名なクレーターの一つがカロリス盆地です。直径が約 1550km もあり、これは彗星の直径の約3分の1に相当します。このクレーターを作った衝突は彗星の歴史の中でも特に大規模なものでした。その衝撃は惑星全体に伝わり、なんと反対側の表面に変な地形を作り出したと考えられています。反対側にはカロリス盆地の対処地と呼ばれる波打ったような奇妙な地形があり、これはカロリス盆地を作った衝撃波が惑星を通り抜けて反対側で集中したことで形成されたと考えられているんです。彗星のクレーターがよく保存されている理由は、大気がほとんど存在しないことと地質活動がほとんどないことです。地球では風や雨による侵食、プレートテクトニクスによる地殻の更新などによって古いクレーターはどんどん消えていきます。でも彗星では一度できたクレーターは何十億年もそのまま残り続けるんです。ただし彗星の表面にはクレーターだけでなく他にも興味深い地形があります。例えば崖です。
水星にはルペスと呼ばれる巨大な崖が無数に存在します。これらの崖は長さが数百キロメートル、高さが2キロメートルにも達するものがあります。これらの崖は水星が誕生してから冷えて収縮する過程で形成されたと考えられています。想像してみてください。干からびたリンゴの表面にシワができるように、水星も内部が冷えて縮むことで表面にシワ、つまり崖ができたんです。これは水星の内部が冷えて固まり、体積が小さくなったことを示す証拠です。科学者の推定では、水星は誕生以来直径が約 7km も小さくなったと考えられています。意外にも氷が存在する。ここまでの話を聞くと、水星は灼熱の地獄のような惑星に思えますよね。でも驚くべきことに、水星には氷が存在する可能性が高いんです。どういうことでしょうか。水星の極地域には太陽光が決して届かないクレーターの底があります。これらの場所は永久院と呼ばれ、何十億年もの間ずっと暗闇の中にあります。太陽光が届かないため、これらの場所の温度はマイナス200度近くまで下がると考えられています。1990年代に地球から行われたレーダー観測で、水星の極地域に何か明るく反射する物質があることが発見されました。さらに2011年に水星の周回軌道に入った NASA の探査機メッセンジャーが詳しく調査した結果、これらの明るい物質は水の氷である可能性が非常に高いことが分かったんです。この氷は水星が水星に衝突した際にもたらされた水が永久院の中に閉じ込められたものだと考えられています。水星の多くは氷でできているため、衝突時に水が放出されます。通常、水星の表面では水はすぐに蒸発してしまいますが、永久院の中では蒸発せずに凍ったまま残ることができるんです。さらに興味深いことに、氷の上には有機物の層があることも発見されています。有機物とは炭素を含む化合物のことで、生命の構成要素となる物質です。もちろん水星に生命が存在するわけではありませんが、太陽に最も近い灼熱の惑星に氷と有機物が存在するというのは本当に驚きですよね。巨大な鉄の核。水星の大きさは地球の 0.4 倍ですが、実は密度は地球とほぼ同じなんです。これは何を意味するのでしょうか。それは水星の内部に非常に大きく重い核があることを示しています。科学者たちの推定によると、水星の核は鉄とニッケルでできていて、その直径は約 3600km あります。これは水星全体の直径の約 75% に相当します。つまり水星の大部分は金属の核で、その周りに薄い岩石の層があるだけなんです。他の惑星と比べてみましょう。地球の核は地球全体の直径の約 55% です。火星では約 50%、金星でも約 50% 程度です。水星の 75% という値は明らかに異常に大きいんです。なぜ水星はこんなに大きな核を持っているのでしょうか。これには複数の仮説があります。一つ目の仮説は巨大衝突説です。これは水星が形成された初期の頃に別の大きな天体と衝突し、外側の岩石の層の多くが吹き飛ばされてしまったというものです。その結果、重い核が相対的に大きな割合を占めるようになったというわけです。二つ目の仮説は蒸発説です。太陽に非常に近い場所では、太陽の熱が非常に強く、岩石の成分が蒸発しやすくなります。水星が形成される過程で軽い岩石成分が蒸発して失われ、重い金属成分が残ったという説です。3つ目の仮説は形成環境説です。太陽系形成の初期、太陽に近い場所では温度が高く、金属は凝縮しやすいが、岩石を作る成分は凝
凝縮しにくい環境だったかもしれません。そのため最初から金属の割合が高い惑星として形成されたという説です。現在のところどの説が正しいのか、あるいは複数の要因が組み合わさっているのか、まだ完全には解明されていません。しかしこの巨大な核の存在が彗星の特徴を形作る重要な要素の一つであることは間違いありません。弱いながらも存在する磁場。彗星について特に驚くべき発見の一つが磁場の存在です。彗星は小さな惑星で、理論的には内部が完全に冷えて固まっているはずだと考えられていました。もし家具が完全に固体であれば磁場は生成されません。地球のような惑星磁場は内部に液体の金属核があり、それが対流することで生まれるからです。しかし1974年に NASA の探査機マリナー10号が彗星に接近した際、弱いながらも確かに磁場が存在することが発見されたんです。この発見は科学者たちを驚かせました。彗星の磁場の強さは地球の磁場の約 1% 程度です。非常に弱いのですが、それでも明確に測定できる強さです。これは彗星の核の少なくとも一部が液体状態にあり、垂れ流していることを示唆しています。なぜ彗星のような小さな惑星にまだ液体の家具があるのでしょうか。これにもいくつかの理由が考えられます。一つは家具の組成です。核が純粋な鉄だけでなく、硫黄や他の元素を含んでいる場合、融点が下がり、液体状態を保ちやすくなります。もう一つは大きな核がゆっくりと冷えているという可能性です。核が大きいほど冷えるのに時間がかかります。彗星の磁場は太陽風から惑星をある程度保護していますが、地球ほど強力ではありません。太陽風は過電粒子の流れで磁場がないと大気を吹き飛ばしてしまいます。彗星の大気がほとんど存在しないのは磁場が弱く、長い年月をかけて大気が宇宙空間に流出してしまったことも一因かもしれません。彗星の薄い大気、外気圏。彗星には実質的に大気がないと言いましたが、正確に言うと極めて薄い外気圏と呼ばれるものが存在します。これは大気と呼べるほど濃くはなく、地球の大気の1兆分の1以下という希薄さです。この外気圏は主にナトリウム、カリウム、酸素、水素、ヘリウム、カルシウムなどから構成されています。これらの原子はどこから来るのでしょうか。主な供給源は3つあります。1つ目は太陽風です。太陽から放出される過電粒子が彗星の表面に衝突すると、表面の岩石から原子が弾き出されます。2つ目は微小隕石の衝突です。小さな隕石が常に彗星に降り注いでおり、その衝撃で表面から原子が放出されます。3つ目は温度変化による蒸発です。極端に高温になる昼側では、表面の一部の物質が蒸発することがあります。外気圏の原子は互いにほとんど衝突することがなく、弾道軌道を描いて飛び回っています。つまり地球の大気のように分子同士がぶつかり合って流れを作るのではなく、一つ一つの原子が独立して放物線を描きながら飛んでいるんです。そして一部は宇宙空間に逃げ出し、一部は再び表面に落ちていきます。この外気圏は非常に希薄なので、呼吸に使えるようなものでは全くありません。宇宙飛行士が彗星に降り立つ場合、完全な宇宙服が必要です。またこの薄い大気では音も伝わりません。彗星の表面に立っても完全な静寂の世界なんです。彗星探査の歴史。彗星は地球から観測するのが難しい惑星です。太陽に近すぎるため、地上の望遠鏡では太陽の光に邪魔されてよく見えません。彗星が見えるのは日の出前や日没後のわずかな時間だけです。そのため長い間
水星は謎に包まれた惑星でした。水星探査の歴史は1974年のマリナー10号から始まりました。これは NASA が打ち上げた探査機で、金星でスイング・バイ・重力アシストを行って水星に向かいました。マリナー10号は1974年から1975年にかけて水星に3回接近しました。マリナー10号は水星の表面の約 45% を撮影し、クレーターだらけの表面や意外にも磁場が存在することなどを発見しました。しかし技術的な限界もあり、水星の半分以上は未探査のままでした。その後、長い空白期間を経て2004年に NASA は新しい水星探査機メッセンジャーを打ち上げました。メッセンジャーは複雑な軌道をとり、地球、金星、水星自身を使って何度もスイングバイを行いました。なぜこんなに複雑なルートが必要だったのでしょうか。それは水星に到達することは簡単でも、水星の軌道に入ることは非常に難しいからです。太陽に向かって落ちていくのは簡単ですが、水星の周りを回り続けるには速度を大きく減速する必要があります。スイングバイを繰り返すことで燃料を節約しながら徐々に減速していったんです。2011年3月、打ち上げから約7年後、メッセンジャーはついに水星の周回軌道に入ることに成功しました。これは人類史上初の快挙でした。メッセンジャーは2015年まで水星を周回し、膨大なデータを送り返してきました。水星の全表面の詳細な地図、磁場の詳細な測定、ごく地域の氷の発見など、私たちの水星に対する理解を飛躍的に深めました。2015年4月、燃料が尽きたメッセンジャーは計画通り水星の表面に落下しました。最後まで科学観測を続けながら、メッセンジャーは自らクレーターとなって水星の一部となったのです。そして現在、新しい水星探査ミッションが進行中です。それがヨーロッパ宇宙機関と日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA の共同ミッションベピコロンボです。この名前は水星探査の軌道計算に大きく貢献したイタリアの科学者ジュゼッペ・コロンボにちなんでいます。ベピコロンボは2018年10月に打ち上げられ、現在も水星に向かっている最中です。2025年12月に水星の周回軌道に入る予定です。このミッションは2つの探査機から構成されています。一つは ESA のマーキュリープラネタリーオービターで、主に水星の表面と内部構造を調査します。もう一つは JAXA のミオで、水星の磁気圏と太陽風の相互作用を調査します。ベピコロンボからの新しいデータは、水星の謎をさらに解き明かしてくれることでしょう。水星の名前の由来。水星という名前の由来について少しお話ししましょう。日本語では水星と書きますが、英語ではマーキュリーと呼ばれています。マーキュリーはローマ神話に登場する商業と旅の神の名前です。この神は翼のついたサンダルを履いて素早く空を飛び回る姿で描かれています。古代の人々は水星が空の中を他の惑星よりも早く移動することに気づき、この素早い神の名前をつけたんです。実際、先ほども触れたように、水星は太陽系で最も早く公転している惑星なので、とても適切な名前ですね。では、なぜ日本語では水星なのでしょうか。これは中国の陰陽五行思想に由来しています。五行とは、木、火、土、金、水の5つの要素のことで、古代中国では万物がこの5つの要素から成り立っていると考えられていました。そして5つの惑星、水星、金星、火星、木星、土星にそれぞれこの5行を当てはめたんです。水星には水が割り当てられました。なぜ水星に水が選ばれたかについては諸説ありますが、一つには
水星が北の方角に関連づけられ、五行思想では北と水が結びついていたからだと言われています。面白いことに、水星には実際にほとんど水が存在しません。先ほど氷の話をしましたが、それも極地の永久院の中のわずかな量です。水星という名前と実際の惑星の性質はほとんど関係がないんですね。でも古代の人々の想像力と天体に名前を付けた歴史を感じられる素敵な名前だと思います。水星から見た太陽の姿。もし私たちが水星に立って空を見上げたら何が見えるのか想像してみましょう。まず最も印象的なのは巨大な太陽です。水星から見た太陽は地球から見た場合の約3倍の大きさに見えます。そして明るさは約7倍です。空に巨大な光の玉が浮かんでいる光景は圧倒的で恐ろしいものでしょう。水星には大気がないため空は黒く見えます。昼間でも星が見えるんです。地球では大気が太陽光を散乱させて空が青く見えますが、水星では昼間でも宇宙空間の黒い背景に巨大な太陽と星々が輝いている光景を目にすることができます。そして太陽は非常にゆっくりと空を移動します。1日が176地球日もあるわけですから、太陽は1時間に約2度しか動きません。地球では太陽は1時間25度移動するので、その遅さがわかりますね。日の出から日の入りまで88地球日もかかります。気の遠くなるような長い昼が続くんです。さらに不思議な現象もあります。水星のある場所では太陽が昇ってきて一旦止まり、逆戻りして沈み、そしてまた昇ってくるという逆行が観測されます。これは水星の楕円軌道と自転の関係によって生じる現象です。水星の公転速度は楕円軌道上の位置によって変化し、太陽に最も近いところでは公転速度が自転速度を上回るため、このような不思議な動きが見えるんです。夜になると気温は急激に下がります。そして夜空には地球よりもはるかにたくさんの星が見えるでしょう。大気がないため星の瞬きもなくクリアに輝いています。そして空にはあの青く美しい地球も見えるはずです。ただし水星から地球を見ることができるのは地球が太陽の反対側にない時だけです。水星探査の意義。水星を研究することは単に一つの惑星について知るだけではありません。それは太陽系の形成と進化、そして惑星がどのように作られるかという根本的な問いに答えることにつながります。水星は太陽系内惑星、地球型惑星の中でも極端な存在です。最も太陽に近く、最も小さく、最も大きな核を持ち、最も激しい温度変化にさらされています。このような極端な環境を研究することで、惑星がどれだけ多様になりうるかを理解できます。また水星は太陽系形成初期の記録を最もよく保存している惑星の一つです。地球や金星、火星では大気や水による侵食、プレートテクトニクスなどの地質活動によって古い表面が失われてきました。しかし水星には熱い大気がなく、地質活動も数十億年前に停止したため、太陽系が誕生した46億年前の痕跡が表面に残されています。水星のクレーターだらけの表面を調べることは、太陽系の幼年期を直接観察することに等しいのです。さらに水星の巨大な鉄の核は惑星科学における大きな謎です。惑星の大きさに対して家具が異常に大きい理由を解明することは、惑星形成理論全体を見直すきっかけになります。巨大衝突説、太陽風による表層剥離説、揮発性物質の蒸発説など様々な仮説が提唱されていますが、決定的な答えはまだ出ていません。第2は岩石惑星とは。
夜空を見上げると、無数の星が瞬いています。その中には、私たちが住む地球と同じような硬い地面を持つ惑星がたくさん存在しているのです。これらの惑星を岩石惑星と呼びます。今日は岩石惑星がどのように生まれ、どんな特徴を持ち、そして私たちの地球がどれほど特別な存在なのかという物語をお話しします。まず、岩石惑星とは何かを理解するために太陽系を思い浮かべてみましょう。太陽系には8つの惑星がありますが、これらは大きく2つのグループに分けられます。一つは地球のように硬い表面を持つ岩石惑星で、もう一つは木星や土星のように主にガスでできた巨大ガス惑星です。太陽系の岩石惑星には太陽に近い方から順に水星、金星、地球、火星の4つがあります。これらはすべて主に岩石と金属でできた硬い地表を持っているという共通点があります。では、なぜ太陽系の内側には岩石惑星が、外側にはガス惑星が存在するのでしょうか。この謎を解く鍵は太陽系の誕生にあります。約46億年前、宇宙空間に巨大なガスと塵の雲がありました。この雲が重力によって収縮し始めると、中心部分では圧力と温度が上昇し、やがて太陽が誕生しました。太陽の周りには回転する円盤状の物質が残り、これが惑星を作る材料となったのです。太陽に近い領域では太陽の熱によって温度が非常に高くなりました。この高温環境では氷や軽いガスは蒸発してしまい、溶けにくい岩石や金属だけが固体として残ることができました。一方、太陽から遠く離れた冷たい領域では氷や軽いガスも固体として存在できたため、大量の物質が集まり巨大な惑星が形成されました。このように太陽からの距離によって温度が異なることが岩石惑星とガス惑星の分布を決定したのです。岩石惑星の形成過程はとても時間のかかる壮大なプロセスでした。最初は塵のような小さな粒子が互いに衝突して少しずつくっつき合いました。静電気や分子間力によって結びついた粒子はやがてセンチメートルサイズの塊になり、さらに大きくなると重力が働き始めます。重力が強くなるにつれて、より多くの物質を引き寄せることができるようになり、雪だるま式に成長していきました。数百万年という時間をかけて、これらの塊は微惑星と呼ばれる直径数キロメートルから数百キロメートルの天体に成長しました。微惑星同士は互いに衝突を繰り返し、その度に大きな天体へと成長していきます。この衝突のプロセスは非常に激しく、衝突時には膨大なエネルギーが解放されて、惑星の表面は溶けたマグマの海になりました。この溶けた状態は、重い金属が惑星の中心に沈み、軽い岩石が表面に浮かぶという分化と呼ばれる現象を引き起こしました。こうして岩石惑星は金属の核と岩石のマントル、そして地殻という層構造を持つようになったのです。それでは太陽系の4つの岩石惑星を一つずつ見ていきましょう。まず太陽に最も近い水星です。水星は太陽系で最も小さな惑星で、直径は約 4880km しかありません。大気がほとんど存在しないため、昼と夜の温度差が激しく、昼間は約430度、夜は零下180度にもなります。水星の表面は月のようにクレーターだらけです。これは大気がないため、隕石の衝突を防ぐことができず、何十億年もの間、無数の天体が衝突してきた痕跡なのです。水星の興味深い特徴の一つは、その巨大な金属核です。惑星全体の約 75% を核が占めており、これは他の岩石惑星と比べても非常に大きな割合です。科学者たちは水星が形成された初期に巨大な衝突によって
外側の岩石層の多くが吹き飛ばされたのではないかと考えています。次は金星です。金星は地球の姉妹惑星と呼ばれることがあります。それは大きさや質量、組成が地球によく似ているからです。金星の直径は約 12,100km で地球の約 95% です。しかし環境は地球とは全く異なります。金星の大気は主に二酸化炭素でできており、非常に厚く密度が高いため、地表の気圧は地球の約90倍もあります。これは地球の海底 1km の深さに相当する圧力です。さらにこの厚い大気による強烈な温室効果によって金星の表面温度は約470度にも達します。これは太陽に最も近い水星よりも高温です。金星の大気には硫酸の雲が漂い、時速 360km を超える強風が吹き荒れています。金星の自転は非常に遅く、1日が地球時間で約243日もかかります。しかもほとんどの惑星とは逆方向に自転しているという特徴があります。金星がなぜこのような極端な環境になったのかは惑星科学の大きな謎の一つです。そして私たちの故郷地球です。地球は太陽系の岩石惑星の中で最も大きく、直径は約 12,742km です。地球が特別なのは液体の水が豊富に存在し、生命が繁栄していることです。地球の表面の約 71% は海で覆われており、この水の存在が地球の気候を穏やかに保つ重要な役割を果たしています。地球の大気は主に窒素と酸素からできており、この酸素の多くは植物や藻類などの光合成生物が作り出したものです。地球には磁場があり、これが太陽から放出される危険な粒子から私たちを守ってくれています。また、地球の内部は今でも活発に活動しており、プレートテクトニクスという現象によって大陸が移動し、火山が噴火し、地震が起こります。このダイナミックな活動が長い時間をかけて地球の環境を作り変え、生命の進化を促してきたのです。最後は火星です。火星は赤い惑星として知られ、直径は約 6,779km で地球の約半分です。火星が赤く見えるのは表面の岩石に含まれる酸化鉄、つまり錆のためです。火星には非常に薄い大気があり、主に二酸化炭素でできています。地表の気圧は地球の約 0.6% しかありません。火星の平均気温は零下63度ですが、赤道付近の夏には20度くらいまで上がることもあります。火星には太陽系最大の火山であるオリンポス山があり、その高さは約 22km もあります。また、長さ 4000km、深さ 7km にも及ぶ巨大な峡谷、マリネリス峡谷も存在します。興味深いことに、火星には過去に大量の水が存在した証拠が数多く見つかっています。乾いた川床や湖の跡、水によって削られた地形などから、かつての火星は今よりも温暖で湿潤な環境だったと考えられています。そして水があったということは、もしかしたら生命が存在したかもしれないという可能性も秘めているのです。岩石惑星にはいくつかの共通した特徴があります。まず、これらの惑星はすべて硬い表面を持っています。これは主に計算塩鉱物や金属でできた岩石で構成されているためです。次に、相対的に小さく密度が高いという特徴があります。ガス惑星と比べると岩石惑星は小さいですが、体積あたりの質量は大きいのです。これは重い金属や岩石でできているためです。また、岩石惑星は一般的に衛星が少ないか全くありません。水星と金星には衛星がなく、地球には月が一つ、火星には小さな衛星が2つあるだけです。一方、ガス惑星は
数十個もの衛星を持っています。岩石惑星の内部構造も似ています。中心には金属でできた家具があり、主に鉄とニッケルで構成されています。核の周りには岩石でできたマントルが厚く存在し、そして表面には薄い地殻があります。ただし、それぞれの惑星で核の大きさやマントルの厚さは異なります。例えば、水星は核が非常に大きく、火星は核が小さいという特徴があります。太陽系を超えて他の恒星の周りにも岩石惑星は存在します。1990年代に初めて太陽系外惑星が発見されて以来、現在では5000個以上の系外惑星が確認されています。その中には地球のような岩石惑星も数多く含まれています。系外惑星の研究は私たちに宇宙の多様性と地球のような惑星がどれくらい一般的なのかを教えてくれます。興味深いことに太陽系外ではスーパーアースと呼ばれる地球より大きいが海王星より小さい岩石惑星が数多く見つかっています。これらの惑星の中には恒星からの距離が適切で液体の水が存在できるハビタブルゾーンに位置するものもあります。もしかしたらそのような惑星には生命が存在するかもしれません。科学者たちはこれらの惑星の大気を分析することで生命の痕跡を探そうとしています。岩石惑星の研究は私たちに多くのことを教えてくれます。まず惑星がどのように形成され進化するのかという基本的な理解が深まります。太陽系の4つの岩石惑星は同じ材料から同じ時期に形成されたにもかかわらず、それぞれ全く異なる環境になりました。この違いを研究することで惑星の進化を決定する要因が何かを理解できます。例えば金星と地球は非常に似た惑星として始まりましたが、なぜ一方は灼熱地獄になり、もう一方は生命に満ちた楽園になったのでしょうか。この問いに答えることは地球の未来を予測する上でも重要です。また岩石惑星の研究は生命の起源や存在条件を理解する手がかりにもなります。地球以外の岩石惑星で生命の痕跡を探すことは現代の惑星科学と宇宙生物学の最大の目標の一つです。特に火星は過去に水が豊富に存在し、もしかしたら生命が誕生していたかもしれない惑星として大きな注目を集めています。NASA の探査車パーサビアランスは現在も火星の表面で古代の微生物の痕跡を探し続けています。さらに岩石惑星の研究は資源利用の可能性も示唆しています。将来人類が火星や月に恒久的な基地を建設する日が来るかもしれません。そのためには現地の岩石や土壌から水や酸素、建築資材を作り出す技術が必要になります。岩石惑星の組成や地質を詳しく知ることはこのような未来の宇宙開発にとって不可欠な知識となるのです。岩石惑星を調べる方法も時代とともに進化してきました。かつては望遠鏡で表面を観察することしかできませんでしたが、20世紀半ばから宇宙探査機を送り込むことが可能になりました。探査機は惑星の周りを回りながら詳細な写真を撮影したり、各種のセンサーで大気や表面の組成を分析したりします。さらに進んだミッションでは着陸機やローバーを表面に下ろし、直接岩石のサンプルを採取したり、地震計で内部構造を調べたりしています。最近では地球に戻ってこないでサンプルを分析する技術も発展しています。例えば火星探査車キュリオシティは搭載された小型の化学分析装置でその場で岩石の組成を詳しく調べることができます。また将来的には火星のサンプルを地球に持ち帰るサンプルリターンミッションも計画されています。これが実現すれば地球上の最先端の分析機器を使って火星の岩石を詳細に調べることができるようになります。系外惑星の岩石惑星を調べる方法はさらに間接的です。
これらの惑星は非常に遠くにあるため、直接撮影することはほとんど不可能です。代わりに惑星が恒星の前を通過する際に、恒星の光が少し暗くなる現象トランジット法や、惑星の重力によって恒星がわずかに揺れる現象を利用して惑星の存在を検出します。さらにトランジット中に恒星の光が惑星の大気を通過する際、特定の波長の光が吸収される様子を分析することで、大気の組成を推定することもできます。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような最新の観測装置は、このような分析をより精密に行うことができ、系外惑星の岩石惑星の性質を明らかにしつつあります。地球という岩石惑星がこれほど生命に適した環境になったのは、多くの幸運な条件が重なった結果です。まず、太陽からの距離が絶妙でした。もう少し近ければ水は蒸発して金星のようになり、もう少し遠ければ水は凍って火星のようになっていたでしょう。次に、地球の大きさも重要でした。小さすぎると重力が弱くて大気を保持できず、大きすぎると熱い水素大気を引き寄せてしまいます。地球はちょうど良い大きさだったのです。また月の存在も地球の環境を安定させる上で重要な役割を果たしています。月の重力は地球の自転軸を安定させ、極端な気候変動を防いでいます。もし月がなければ、地球の自転軸は大きく変動し、気候も不安定になっていたかもしれません。さらに、木星という巨大惑星の存在も地球を守ってくれています。木星の強い重力は、多くの小惑星や彗星を引き寄せたり、軌道を変えたりして、地球への衝突を減らしてくれているのです。地球の内部が今でも活発に活動していることも、生命の維持に重要です。プレートテクトニクスによって大気中の二酸化炭素が岩石に取り込まれ、火山活動によって再び大気に戻されるという循環が起こります。この炭素循環によって地球の温度は長期的に安定した範囲に保たれています。また、地球の磁場は太陽風による大気の剥ぎ取りを防ぎ、地表の生命を有害な宇宙線から守っています。火星には現在善玉規模の磁場がなく、これが大気が失われた原因の一つと考えられています。このように見ていくと、地球は本当に特別な岩石惑星だということがわかります。しかし、宇宙には無数の恒星があり、その多くが惑星系を持っていることを考えると、地球のような惑星は他にも存在する可能性が高いと考えられます。実際、最近の研究では天の川銀河だけでも数十億個の地球型惑星が存在する可能性が示唆されています。その中には生命が存在する惑星もあるかもしれません。岩石惑星の未来についても考えてみましょう。地球の未来は太陽の進化と密接に関係しています。太陽は現在安定した主系列星という段階にありますが、約50億年後には燃料を使い果たし、赤色巨星へと進化します。その過程で太陽は膨張し、水星と金星を飲み込み、地球も灼熱の世界になるでしょう。しかし、それよりもずっと前、約10億年後には、太陽の明るさの増加によって、地球の海は蒸発し始めると予測されています。火星の未来は、もしかしたら人類が決定するかもしれません。科学者たちは火星を地球のような環境に変えるテラフォーミングの可能性を研究しています。例えば、極地の二酸化炭素の氷を溶かして大気を熱くしたり、温室効果ガスを人工的に作り出して気温を上げたりする方法が提案されています。もしこれが実現すれば、火星は人類の第二の故郷になるかもしれません。岩石惑星の研究は、私たちに宇宙での自分たちの位置を理解させてくれます。私たちは無数の星の中の一つの周りを回る小さな岩石惑星に住んでいます。しかし、この小さな惑星は知られている限り唯一生命に満ちた世界です。この奇跡的な環境を守り、次の世代に引き継いでいくことは
私たちの責任です。同時に他の岩石惑星を探査することで、私たちは宇宙における生命の可能性や惑星の進化のメカニズムについてより深く理解することができます。岩石惑星の物語は宇宙の創造性と多様性を示す壮大な物語です。同じような材料から始まっても、わずかな違いが全く異なる世界を生み出します。水星の焼けつくような表面、金星の地獄のような環境、地球の生命に満ちた世界、火星の荒涼とした赤い大地、これらすべてが宇宙という偉大な実験室で作られた自然の創造物なのです。そして私たち人類はこの宇宙の一部でありながら、同時に宇宙を理解しようとする唯一の存在として岩石惑星の謎を解き明かし続けているのです。第3話、天文学の父ガリレオ・ガリレイ。ガリレオ・ガリレイ、その名は夜空を見上げるすべての人の心に一つの火を灯しました。彼は400年以上も前に生きた人ですが、今でも天文学の父と呼ばれています。彼が生きた時代、人々は地球こそが宇宙の中心だと信じていました。太陽も月も星々もすべて地球の周りを回っている。それが当たり前の常識だったのです。けれどもガリレオの心の奥では静かな疑問が燃えていました。本当にそうなのだろうか。夜空を見上げるたびに彼の中でその問いは少しずつ大きくなっていきました。ガリレオは1564年、イタリアのピサという町に生まれました。あの有名なシャトーが立つ場所です。少年だった彼は昼は数学の勉強に励み、夜になると空を見上げては星の瞬きに心を奪われていました。この光はどんな仕組みで動いているのだろう。その小さな問いが彼の人生を決定づけていったのです。父親は音楽家で、音と数学の関係に興味を持っていました。その影響を受けてガリレオも自然の中に隠された法則を見つけ出すことに情熱を注ぎました。ピサ大学に進んだ彼は最初は医者を目指していましたが、やがて病を治すよりも自然の理を理解することに心を惹かれるようになりました。ある日、彼は教会の天井から吊るされたランプの揺れをじっと見つめていました。揺れの大きさが変わっても、その往復の時間はほとんど変わらないことに気づいたのです。彼はこの現象から振り子の法則を見出しました。この発見は後に時計の精度を高めることにつながっていきます。けれどもガリレオの探求心はそこにとどまりませんでした。彼の視線はもっと遠く夜空の彼方に向かっていきました。1609年、ヨーロッパに望遠鏡という新しい道具が登場しました。遠くのものを近くに見ることができる夢のような発明です。その噂を耳にしたガリレオは自らの手で望遠鏡を改良しました。レンズを磨き、焦点を合わせ、より遠くの星を見ようと工夫を重ねました。そしてついに自作の望遠鏡を夜空に向けたのです。その瞬間、彼の人生は大きく変わりました。ガリレオの目に映ったのは単なる光の点ではありませんでした。まず月を見ました。そこには山と谷がありました。人々が完璧な天体だと信じていた月が、実は地球のように凸凹していたのです。天は決して完全ではない。彼はそう感じ取りました。次に彼は木星に望遠鏡を向けました。すると木星のそばに小さな光の粒が4つ並んでいるのが見えました。最初は星だと思いましたが、日を追うごとにそれらの光が動いていることに気づきます。それは木星の周りを回る衛星でした。ガリレオはそれを記録し続け、ついに確信します。宇宙の中心は地球ではない。木星の周りにも星が回っているのだ。この発見は当時の常識を根底から覆すものでした。彼はこの成果を星界の報告という本にまとめ、世に発表しました。世界は騒然としました。
天動説が揺らぎ、人々の宇宙観が大きく変わろうとしていたのです。しかしその反面、ガリレオは多くの敵を作ることにもなりました。当時、教会は地球こそ宇宙の中心という考えを神の教えとして広めていました。それを否定することは神に逆らうこととみなされたのです。それでも彼は観測をやめませんでした。金星を観察し、その満ち欠けを記録しました。それが太陽の周りを回っている証拠になると気づいたのです。また、太陽の黒点を観察し、天体も変化していることを示しました。宇宙は生きており、動き続けている。彼の確信は深まっていきました。しかし、真実を語ることは時に孤独でした。ガリレオの主張は教会の怒りを買いました。地動説を信じることは異端だとされ、彼は沈黙を強いられました。それでも彼の心は静かに燃えていました。神が宇宙をお作りになったのなら、その仕組みを理解しようとすることもまた神への賛美ではないだろうか。そう信じていたのです。1632年、彼はついに決定的な書物を発表しました。二大世界体系に関する対話、地動説と天動説を登場人物の対話として比較する形をとっていましたが、誰が読んでも地動説を支持していることは明らかでした。教会は激怒しました。ガリレオは宗教裁判にかけられ、次説を撤回せよと迫られます。彼は命を守るために形式的には撤回を認めました。しかし、心の中でその信念を捨てることはありませんでした。それでも地球は動いている。そう、彼は小さな声でつぶやいたと伝えられています。この言葉は暗闇の中に灯った希望の炎のように、後の科学者たちに受け継がれていきました。裁判の後、ガリレオは自宅での軟禁を命じられました。自由を奪われても彼の思考は止まりませんでした。やがて彼は視力を失いましたが、心の中では星々が今も動いていました。数式の音、宇宙のリズム、彼の想像の中の世界はどこまでも広がっていました。弟子たちに向かって彼はこう語ったと言います。真実は誰かが望もうと望むまいとそこにある。人が空を見上げる限り星々は語りかけてくるだろう。1642年、彼は77歳で静かに息を引き取りました。その同じ年の冬、遠いイギリスで一人の少年が生まれます。アイザック・ニュートン。彼が後にガリレオの残した理論を受け継ぎ、宇宙の法則を数式で明らかにしていくことになります。まるで星が次の星に光を渡すように、真理の火は受け継がれていったのです。ガリレオの死から350年後、教会は彼の裁きを誤りだったと認めました。それは科学の勝利というより、人類がようやく真実に耳を傾けたということだったのかもしれません。今、私たちは宇宙を見つめるために人工衛星や望遠鏡を使っています。ハッブル宇宙望遠鏡が見た遠い銀河の光も、ガリレオが開いた見るという扉の延長にあります。彼の見つめた光は、今も私たちの視線の先に続いているのです。星の光が地球に届くまでには、何千年、何億年という時間がかかります。もしかしたら、ガリレオが望遠鏡を空に向けた夜、その時に放たれた光が、今も宇宙を旅しているかもしれません。彼の人生は、科学者としての戦いであり、一人の人間としての祈りでもありました。真実を求める心は、どんな権威にも縛られません。それは、人間の中に宿る自由の証なのです。